今朝あなたが何気なく打ち込んだそのパスワード。もしそれが、すでに地球の裏側にいるハッカーの攻撃プレイブックにリストアップされているとしたら、どうでしょああ、それはかなり背筋が凍る想像ですね。うですよね。普段私たちが医療の診断とかについて話すときって、エンジニアリングみたいな正確さを期待するじゃないですか。ええ、白黒はっきりした結果を求めますよね。そうなんです。腕の骨を折ったら、レントゲン写真のくっきりとした線で、お医者さんが、ここですねって指さしてくれるような。確かにそこには不確実な要素はあまりありませんからね。でも、今日のテーマであるサイバーセキュリティの世界に足を踏み入れると、そのレントゲン写真は急にピントがぼやけて、なんかノイズだらけの不確実な画像になってしまいます。ええ、まさに診断の泥水と呼ぶべき非常に複雑で不確実な領域なんですよ。ここでは安全か危険かという白黒で完全に割り切ることはできません。だからこそリスナーのあなたを今日の深い探求の旅へとお連れしたいと思います。目の前にあるこのセキュリティ研修のテキストや分厚い用語集といった資料の束をですね、私たちと一緒に読み解いていきましょう。はい、IT の専門家ではなくても、ビジネスパーソンとして絶対に知っておくべきサイバーセキュリティの基礎言語と防御のメカニズムの本質をつかむこと、これが今回のミッションですね。よし、これを紐解いてみましょう。セキュリティって決して天才ハッカーが暗闇で呪文を唱えるような魔法じゃないんですよね。その通りです。映画やドラマのように魔法のようなタイピングで突然システムが落ちるわけではありません。そこには明確なプロセスと方程式があります。方程式ですか？ええ、まずはなぜサイバー攻撃が成立してしまうのか、資料の最初のページに登場するリスクの方程式から構造を見ていきましょう。はい、ここですね。リスクイコール資産かける脅威かける脆弱性。そうです。この掛け算で表されているのが非常に重要なんです。足し算ではなく掛け算なんですね。つまり私たちが守るべき顧客データとか高価な宝石、これが資産ということです。ええ、ビジネスにおける重要な価値を持つものすべてが資産です。そしてその宝石を狙う執念深い泥棒とかハッカー集団が脅威。最後に金庫の鍵が開けっぱなしだったりシステムにバグがある状態が脆弱性というわけですね。完璧な例えです。ここでいうリスクとは、ビジネスの混乱や停止、あるいは企業の評判低下といった潜在的な損失のことですが、この3つの要素が掛け合わさることで初めてリスクの大きさが決まります。ちょっと待ってください。もし掛け算だとしたら資産である宝石を捨てるわけにはいかないし、脅威である泥棒を世界から完全に消し去ることもできないですよね。はい。残念ながらそれは不可能です。しかもどんな高度なシステムにもバグはあるって言いますし、それなら脆弱性もゼロにはならない。ということは結局リスクは絶対にゼロにならないってことですか？そこなんですよ。私たちただ敵になって攻撃されるのを待っているだけじゃないですか。これ防衛に何億円もかける意味はあるんでしょうか？非常に鋭い視点です。ここで非常に興味深いのは、まさにリスクを完全にゼロにすることは不可能であるという厳しい現実を受け入れることなんです。受け入れるですか？はい。しかし、敵になって待つわけではありません。掛け算である以上、私たち防衛側がコントロールできる唯一の要素、つまり脆弱性の数値をいかにゼロに近づけるか、最小化するかが最大の防衛になるんです。なるほど。脅威そのものは消せなくても、被害が発生する確率とか規模は劇的に下げられると。泥棒は消せないけれど、窓の鍵を増やして監視カメラをつけることはできるみたいな。まさにその通りです。そして資料にはもう一つ、攻撃の3要素という方程式もありますね。攻撃イコール動機プラス方法プラス脆弱性ですね。ここでもまた脆弱性が共通の弱点として出てくるんですね。攻撃者がどれほど強い動機を持ち、高度な方法を知っていても、付け入る隙、つまり脆弱性がなければ、実際の攻撃は成立しません。結局防衛側が日々向き合うべきは自分の脆弱性の管理なんですね。じゃあその方程式にある方法について深掘りしましょう。はい。攻撃手法の具体的な話ですね。攻撃者は思いつきでパソコンを叩いているわけじゃなくて緻密な戦術を持っているんですよね。彼らはどうやって私たちの脆弱性をついてくるんですか？セキュリティの世界では、攻撃者の手口をパターン化したものを TTPS と呼びます。資料にありますね。戦術、テクニック、手順の略でしたっけ？そうです。タクティクス、テクニックス、プロシージャーズの頭文字ですね。
これは彼らの緻密なプレイブックであり、一連の攻撃は見事なまでにつながっているんです。どういうふうにつながっているんですか？例えば、4つの主要なステップを順を追って見てみましょう。最初は偵察攻撃です。偵察。泥棒が建物の見取り図とか警備員のシフトを事前に調べるようなものですね。あ、この裏口のドアは古くて壊れそうだなぁと当たりをつけるみたいな。まさにそれです。外からターゲットの IP アドレスや空いているポート、使用しているソフトのバージョンなんかを綿密に調査します。本当に泥棒の下見ですね。そして侵入できそうな隙間を見つけると、第2段階のスニッフィング、つまりネットワークの盗聴に移行します。スニッフィング。はい、ネットワーク上流れるデータを密かに覗き見るんです。これ資料を読んでいて一番不気味だったんですが、スニッフィングって受動的な攻撃なんですよね。そうなんです。そこが恐ろしいところでして。つまりデータを奪い取ってシステムを壊すわけじゃなく、ただコピーしてじっと見ているだけ。電話の盗聴器みたいに当事者は普通に通信できているから異常に全く気づかないんですよね。その通りです。気づかないうちに通信のパターンや誰がどんな権限を持っているかなど、次の攻撃に必要な情報がパズルのピースのように集められていきます。なんだか気味が悪いですね。そして十分な情報を得ると、攻撃は受動的から能動的へと牙を吐きます。これが第3段階の中間射攻撃です。中間射攻撃。マン・イン・ザ・ミドルですね。はい。スニッフィングで得た情報をもとに、クライアントとサーバーの通信の間に侵入し、メッセージを完全にコントロールします。偵察して盗聴してついに間に入り込んでくるわけですね。これって郵便配達員になりすまして手紙の中身を書き換えて届けるようなものですよね。とてもわかりやすい例えですね。A さんが1万円送金しますって書いた手紙を間に入った攻撃者が100万円送金しますに書き換えて銀行に届けるみたいな。まさにその仕組みです。通信を分割し、不正なデータを挿入したり改ざんしたりするわけです。なるほど。そしてこれらすべての周到な準備を経て、あるいはもっと直接的に正面玄関を突破する第4のステップがパスワード攻撃です。ついに出ましたね。パスワード攻撃。はい。辞書にある単語を試す辞書攻撃や力なませの総当たり攻撃で正規のユーザーになりすまして内部に侵入します。ここからが本当に面白いところなんだけど、偵察だの盗聴だのすごく高度な技術を使っているように見えて、最終的に彼らが突破口にするのはガチガチの最新鋭ファイアウォールじゃなくて人間の日常の隙なんですよね。そうなんですよ。結局そこに行き着くんです。なんかパスワード123みたいな安易なパスワードとかをついてくるっていう。攻撃者にとってシステムの未知のバグを見つけるより、人間の心理的な隙や怠慢をつく方がはるかにコストが低く簡単なんです。ゼロデイ脆弱性を探すよりずっと楽ってことですね。そうです。ソーシャルエンジニアリングと呼ばれる手法もそうですが、結局のところシステムをいくら強化しても人間が脆弱性を生み出していれば意味がありません。システムの壁をよじ登るより鍵を開けっぱなしにしている従業員を見つける方が早いわけだ。さて、ここまで攻撃者の手口がどう連鎖していくかを見てきて、リスナーのあなたもこう思っているはずです。はい。もしその手口で実際に突破されてしまったら、私たちはどうすればいいのと。ここからは血を流している現場でどう対応するかという話をしましょ万が一の事態に備えるインシデント対応のライフサイクルですね。う。資料によれば、これは単なるマニュアルではなくて、7つのステップからなる循環プロセスなんですよね。そうです。準備、検知、トリアージ、封じ込め、根絶、復旧、事後活動という7つのステップです。ここでちょっと納得いかない部分があるんですが。何でしょうか。普通、火事が起きたら本能的に火元を絶たなきゃって思いますよね。
もし自分の会社の PC がウイルスに感染して勝手に変な動きをし始めたら、私ならパニックになって即座に電源ケーブルをぶち抜くと思うんです。多くの方がそう思いがちですね。つまり封じ込めを急ごうとする。でも資料には証拠保全が大事だってすごく強調されています。これって今まさに被害が拡大してるかもしれないのに、のんきに写真を撮ってる場合なんですか？その直感は非常によくわかります。目の前で被害が起きているわけですから。しかし、実務において慌てて電源を落とすのは実は最悪の悪手になり得るんです。最悪の悪手ですか？はい。PC の電源を切るとメモリー上に残っていた誰がいつどこから何をしたかという攻撃の重要な痕跡が全て揮発して消え去ってしまうからです。データが消えちゃうんですね。ええ。空き巣に入ったのに部屋が汚いからと慌てて掃除機をかけ、犯人の足跡や指紋を全部消し去ってしまうのと同じ行為なんですよ。なるほど。まずは現状維持。足跡を残したままにしておかないと後で犯人の侵入経路を追えなくなるし、バックドアを残されたままになってまた同じ手口でやられるかもしれないと。その通りです。そして、その保全された状況を冷静に分析するのがトリアージ、つまり優先順位付けです。医療用語のトリアージと同じですね。はい。複数のアラートが鳴り響く中で、これはコップ一杯の火事なのか、それとも家一軒が燃え上がる大火事なのかを見極める。その上で初めて封じ込めと根絶に動きます。その封じ込めと根絶、似ていますが、明確な役割の違いがあるんですよね。ええ。封じ込めは、被害がこれ以上広がらないようにする一時的な応急処置です。例えば、感染した端末をネットワークから論理的に切り離す。ケーブルを抜くのではなくて、論理的に遮断するわけですね。そうです。一方、根絶は、攻撃の根本原因を完全に取り除くこと。マルウェアの除去や、疲れた脆弱性へのパッチ適用です。なるほど。ガス漏れで火が出ている場合、とりあえず周りの燃えやすいものをどかすのが封じ込め、ガスの元栓をしっかり特定して締めるのが根絶ですね。非常に的確な表現です。応急処置と根本治療ですね。これ、順番を間違えたりパニックになったりするとどうなるか、資料にあった事例がすごくリアルでしたよね。ええ。ルールに従って特定の個人や企業名は伏せますが、例えば、某 IT 企業でマルウェア感染の疑いが出た時の話です。はい、某 IT 企業ですね。第一期発見者の A 氏がパニックに陥り、自分の操作ミスがバレる前にと独断でシステムの初期化ボタンを押してしまったとします。うわー、完全な証拠隠滅ですね。そうなんです。ウイルス自体は消えたかもしれません。しかしどこから侵入されたのか、他に顧客データが盗まれていないか、すべてがブラックボックスになってしまいました。それだと根本原因がわからないままですね。原因究明ができなければ、組織は必ずまた同じ攻撃を受けます。だからこそ、最初の準備の段階で、誰にどう報告するかというルールを定めておくことが重要なんです。ルール作りが最初のステップにある理由ですね。そして、対応が終まった後の事後活動で反省会を行い、次の準備へとサイクルを回すことが不可欠なんです。つまりこれはどういう意味を持つのか、リスクの方程式から始まって、攻撃者の手口、そして泥臭い現場の対応プロセスまで見てきました。はい、いろいろな要素がつながってきましたね。これって単にウイルス対策ソフトを入れましょうという話ではなくて、もっと大きな組織のあり方とか戦略の話になってきましたね。これをより大きな視点につなげてみると、現代のセキュリティの核心であるレジリエンスという概念にたどり着きます。レジリエンス。回復力とかしなやかな強さですね。はい。冒頭でリスクは決してゼロにはならないと申し上げました。泥棒は消せないって話でしたね。つまり、絶対に攻撃されないことや高い壁を築いて侵入を 100% 防ぐことを目標にするのはもはや非現実的なんです。じゃあどうすればいいんですか？重要なのは、攻撃を受けた際にいかに被害を許容範囲に抑え、事業を継続し、速やかに復旧できるかというしなやかさを持つことです。これすごく本質的ですね。そうなんですよ。つまり泥棒が絶対に入れない高くて分厚い壁の家を作るんじゃなくて、泥棒が窓を割って入ってくることは前提として受け入れる。侵入される前提です。その代わり、家の中をいくつもの小部屋に区切って、一つの部屋に入られても別の部屋には行けないように隔離する。そしてすぐ警備員が駆けつける仕組みを作っておく。これがレジリエンスですか？
非常に素晴らしい例えです。専門用語でアタックサーフェス、つまり攻撃対象領域と言いますが、自分たちが攻撃される可能性のある表面積を正しく理解し、区画整理をしておくこと。はい。そして、有事の際にパニックにならず適切に動くための手順書が、先ほどのインシデント対応のライフサイクルなんです。だとしたら、セキュリティって絶対に IT 部門だけの仕事じゃないですよね。資料にも上級管理者承認の重要性が書かれていました。その通りです。そこが最も誤解されやすいポイントですね。システムをどの段階で止めるのか、費用をかけてどこから復旧させるのか、これは技術の判断じゃなくて、完全にビジネスの判断、経営トップの決断ですよね。おっしゃる通りです。経営トップが自社の資産の価値と脅威のリスクを正しく理解し、事前の準備やルール作りを承認していなければ、いざという時に組織は全く機能しません。技術的な防御策と同じくらい、組織の意思決定プロセスという防御策が重要なんですね。いやー、今日の深い探求の旅は本当に学びが多かったです。ええ、私自身も改めて整理できました。一緒に大量の資料を読み解いてきましたが、いかがでしたか？資産、脅威、脆弱性の関係から実際の攻撃のステップがどうつながっているのか、そしてレジリエンスという究極の目標まで見えてきました。はい。最も強調したいのは、セキュリティの基本は普遍的だということです。攻撃のメカニズムを理解し、自らの弱点を把握し、万が一のプロセスを組織全体で共有しておくこと、それにつきます。セキュリティは魔法じゃない。日々の脆弱性を減らし、被害を最小限に抑えるための緻密なプロセスの連続なんですよね。ええ、毎日の積み重ねがレジリエンスを作りますからね。さて、今日学んだように、攻撃者は常に最も弱いリンク、つまり人間が作り出すアタックサーフェスを探しています。リスナーのあなたにお聞きします。はい。あなた自身のパスワードの使い回し、あるいは職場で誰も疑問に思っていない暗黙のルールや例外的なアクセス権限の中に、攻撃者が今まさに目を光らせている脆弱性は眠っていませんか？意外と身近なところに隙はあるものです。次回 PC を開くとき、ぜひ少しだけ攻撃者の視点を持って自分の周りを見渡してみてください。今回のディープダイブはここまでです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。